中国公務員広がる賃金未払い問題。以前から聞かれる中国賃金未払い問題。現在はどのようになっているのか、情報を共有したいと思います。毎日、賃金未払いを含めるデモが50件起こっていると言われている中国経済。不動産の未引き渡しなどのデモもありますが、未払いで12ヶ月我慢の話などよく聞きます。忍耐強い。少し驚くような話ですが、以前はバスの運転手、教師の未払いや地方政府が公務員にお金を貸すように要請し、できなければ解雇などと非常に苦しい話をしていましたが、現在はどうなのでしょうか。中国経済の悪化に伴い財政危機が深刻化しています。情報筋によると、各地の公務員の給料が約 30% 減少しており、多くの地域で給与カットや未払いが広範囲にわたっています。例えば、以前は月給1万3000元、約27万円だった公務員が、現在は1万円、21万円に減少しています。さらに、中国共産党は、解雇や給与削減に関する情報を厳しくコントロールしています。公務員の一人である N さんによると、今年1月から給与の支払いが遅れ始め、先月は10日遅れた支払いが、今月は21日遅れているとのことです。経済状況がさらに悪い地域では、すでに3ヶ月間給与が支払われていないとの報告もあります。A さんの給料は約 10% 減少し、400から500元、約1万円の減額が生活に大きな影響を与えています。彼の妻も中学校の教師で、給料が数百元減少し、未払いの状態が続いています。教師たちが給料について質問すると、上司からは質問しないでください。時が来れば支払います。と言われるだけで、質問が禁止されています。四川省の中学校に勤務する B さんも、給料が減少し、福利厚生の一部がなくなり、業績に応じたボーナスが、以前の 70% に減少したと述べています。元の給料の約 70% はまだもらえるものの、分割で支給されることが多くなっています。このような財政難の影響で、多くの公務員やその家族が生活に困難を抱えており、中国経済の不安定さが露呈しています。以前から給料削減された労働者はどうやって不動産のローンを払うのだろうと思っていました。現在も売れない不動産を建築しているわけですが、不動産価値は下落し、その上で不動産ローンを払い続けなければなりません。韓国ではローン返済に窮し、クレジットカードを使うことで、多重債務者が 8%、その平均返済額が 50% を超えるとお伝えしましたが、中国の場合はどうなんでしょうか。景気のいいアメリカは、ローン返済率がどんどん上がっていますし、カード限度額の 90% まで使っているとのことでした。しかも、BNPL、Buy Now Pay Later。返済が完遂している間は、利子がかからない。信用スコアと関係しない融資も使っており、これがアメリカの個人消費を支えていたのですが、カードローン金利は 21% 以上ということもあり、Buy Now Pay Later も使って、あとは債務不履行を待つばかりとなっていますが、中国は賃金未払いでどのようにローンや日々の生活を行っているのでしょうか。特に不動産投資組は1個だけでなく3個、4個と購入し不動産投資を行っていた労働者は現在どのようになっているのか非常に気になります。あまり不動産価値が低下すると銀行から追加担保や借入金の返済を求められます。中国の不動産価格が大して低下しないのは、担保の不動産価値が下がると、銀行の危機が明るみに出てしまうということもあり、不動産販売の落ち込みに比べて、不動産価格が落ちないからくりがそこにはあります。アメリカも商業用不動産の価値が下がって、中小銀行危機が迫っています。過去の賃金未払い状況と地方政府、農民工について、昨年末、多くの中国企業は決算期を迎え、その結果、賃金未払いがピークとなり、労働者による未払い賃金の請求も集中します。2023年の中国経済は、過去20年で最も大変な年であり、
GDP 成長率の鈍化、過去最高の若者の失業率、外国資本の継続的な撤退、輸出の低迷、人民元の下落、そして不動産業界が危機に陥るなど、多くの問題が重なりました。このような情勢から、2023年末には中国全域で未払い賃金を求める人々が増加していました。例えば、中国北部の山西省では、企業が労働者に給与を支払わないため、労働者たちは自分たちの権利を守るために、会社の外で横断幕を掲げました。南西部の江西省の南寧市でも、企業が賃金を滞納したため、労働者は横断幕を掲げて政府に未払い賃金の請求の仲裁を懇願しています。東部の彰市でも同様に、労働者が未払い給与の請求を書いた紙を体に貼り付け、工事現場の入り口に集まっていました。これらの労働者は、中国における最下層の労働者であり、最も不利な立場に置かれています。彼らは、労働市場での賃金交渉や保護を要求する権利もなく、農民工の賃金は年末までに支払われないことが多くあります。昨年の中国の冬は特に寒く、広東省では農民工たちが凍えるような寒さの中、未払い給与の支払いを求めて会社の前で寝ていました。彼らは小さなスピーカーで、私たちのお金を返せ、苦労して稼いだお金を返せ、お金を返せと繰り返し要求していました。この間、農民工たちは、労働局などの政府機関に相談しましたが、いずれも効果はありませんでした。通行人が彼らに状況を尋ねると、中国共産党の支配下にある中国社会では契約を守らないのは、建築業界の請業者や農民工の雇用主だけでなく、権力者や有力者も同様であり、社会は彼らに対して何ら抑制する力を持っていないと答えます。多くの場合、請負業者も未払い賃金の被害者であり、複雑な債務の三角関係の中で収入が得られないことがしばしばあります。特に政府機関が発注した事業の支払いが不履行だった場合、請け負った民間企業や経営者も同様に絶望的な境地に置かれます。過去数年の間に未払い給与を求める労働者が増えるにつれ、政府官僚たちは絶え間ない抗議やストライキに直面し、対策を講じ始めました。2021年には中国政府と公式メディアが一斉に悪質な賃金請求について言及しました。これに先立ち、江西省の南寧市政府は悪質な賃金請求とみなされる5つの過激な行動を定義しました。それは、横断幕を掲げ交通を妨害するなどの社会秩序を乱す行為。ビルによじ登ったり、工事現場に押しかけたりする管理を妨害する行為。人々を集めて、騒いだり役所を包囲する行為です。これらの行為は、悪質な賃金請求とみなされ、厳しい懲罰の対象となります。では、労働者たちは法的手段で問題を解決することはできないのでしょうか。もし、労働者たちが法的手段を取る場合、労働紛争は、労働局委員会の裁定を受ける必要があり、その裁定に不服がある場合にのみ、裁判所に訴訟を起こすことができます。調停期間は通常15日間、仲裁期間は一般的に45日、複雑なケースだと最大で60日かかります。訴訟に進めたとしても、その続きに12ヶ月かかるため、プロセスの複雑さと専門性により時間、費用、精神的労力がかかり、労働者がこれに踏み切るのをためらうのも十分理解できます。特に、労働者本人が雇用関係にあることや労働時間などを含む多くの証拠書類を提出しなければならず、弱い立場にある労働者、特に農民工はこれらの複雑な証拠の提出が不可能な場合がほとんどです。一方、企業側は労働者に対抗するために会社全体のリソース、時間、お金、法的手段を投入することができます。労働者はまず自分を養うために多くの時間を費やしており、余裕がある場合に、初めて法廷闘争に踏み切ることができます。このようなリソースの不均衡は、労働者が法的手段で労働紛争を解決することを不可能にしています。2023年末になると、給与を求める者や権利を訴える者は、もはや、社会の最下層、最も弱い農民労働者だけでなく、あらゆる職業で現れました。
彼らが取る手段は農民工と同じで、中国共産党にとっては大変厄介です。2023年12月26日には、四川省のある病院で未払い給与を求めて、多くの医療従事者が集まり、病院の屋上に座って、飛び降りる意思を示しました。企業だけでなく、現在は多くの地方政府が巨額の負債を抱えており、職員への給与の未払いが発生しています。広東省の山東市では、町中にゴミが散乱しており、市政府が清掃員の3ヶ月分の給与を滞納しているため、清掃員たちが集団でストライキしています。これは、2023年12月にネット上に公開された映像です。映像には、河南省の市バスが映っており、各バスに白い横断幕が貼られ、そこには、16ヶ月間バスを運行したが、給料は支払われていない。私たちの血と汗のお金を返せと書かれていました。中国の抗議事件があまりにも多く、政府は力強く鎮圧することができず、労働者たちが反乱を起こすと対処が難しいと述べています。さらに、地方政府は土地が売れず収入が減少しており、過去10年間で多額の借金を抱えています。財政収入の半分は借金の利息に支払われるため、警察官の給与さえ支給できない状況です。このような状況が続いており、中国 GDP 成長率が 5.3% であるというのには、いささか無理があると考えます。2021年のデータによれば、中国の個人消費の GDP 比は 38.2% で、GDP が2600兆円とすると、993兆円に及びます。雇用が減り、リストラされ、飲食店も大量倒産。給料未払い、地方政府が公務員からお金を借りる状況。上海では、オフィスを共益費だけでタダで、貸すところがあるけれど、人は入らない。これで、どのようにして個人消費が伸びるのでしょう。なので、強制的に電気代、ガス代、水道代が上がっているのかもしれません。さて、次は、その公共料金高騰についてお話しします。不動産バブル崩壊とガス代高騰の因果関係。最近、中国の多くの都市で、市民の生活基盤となる光熱費、特に家庭用天然ガス料金が異常に高騰しています。この現象は、中国当局が市民の基本的な出費を増やすことで、地方の財政危機を緩和しようとしている、との見方があります。例えば、四川省成都市に住む C さんの自宅では、4ヶ月間でガス料金が 1.5 万元、約32万円に達しました。この家にはほとんど住んでいないにもかかわらず、ガス使用量が異常に多く、2022年の冬のガス代は、例年の3倍から4倍に急増しました。ガスメーター自体には問題がないことが確認されており、C さんは、この状況に納得がいかないとしています。ガス会社の説明によると、ガスの供給システムに不具合があったため、ガスメーターに表示された数字に実際のガス量が遅れて計上されたとされています。この結果、2011年の入居から2023年2月までに遅れて計上されたガス使用量が料金計算に含まれたとされます。さらに、C さんの家族がガス代を支払いに行った際、ガス会社がすでに家族の銀行カードから2000元、約4万円以上勝手に引き落としていたことが判明し、1.3 万元、約28万円以上の滞納金があると言われました。C さんは、この問題を訴え、最終的にはガス会社が、1.3 万元の滞納金を8000元、約17万円に減額することに同意しましたが、納得できず、料金の支払いを拒否しました。結果的に、ガス供給が停止され、C さんは仕方なく、約17万円のガス代を支払いましたが、この不明瞭な請求に対し、大変不満を感じています。中国の SNS 上では、多くのネットユーザーが、次のようなコメントを残しています。10年間も計上されたガスの使用量を、どうして今日まで請求しなかったのか、10年間のデータがどうやって計算されたのか、といった疑問の声が多く、これはお金を作るための言い訳に過ぎないとの指摘もあります。さらに、自宅の団地でガス管を止めた後もガスメーターが回り続けていることを示す動画が投稿され、四川省の
複数の都市に住む市民からも同様の問題が報告されています。重慶ガスグループが大規模にスマートガスメーターを交換した後、重慶市の市民はガス代が大幅に増加したことに気づきました。重慶市の住民 D さんは、ガス会社が住民のガスメーターを強制的に交換したことでガス代が急増したと述べ、これは明らかに収益を絞り取る行為であると指摘しました。重慶ガスは2023年の総収入が初めて100億元約2000億円を超え、前年比で 177% 増の 102.47 億元約2200億円に達しました。この期間にガスメーターの大規模な交換が行われ、収益の増加がメーター交換の時期と高度に重なっていることが示されています。また、重慶ガスグループと成都ガスグループの株主は、チャイナリソーシズガスグループであり、世論の波紋を受けてチャイナリソーシズの株価は、4月12日以降連日下落しています。料金上昇の原因はガスメーターの誤差ではなく、ガスの濃度を下げたため、同じ熱量を得るために、必要なガス量が大幅に増加した可能性があると報じられています。これに対し、ネットユーザーからは、これはガスに不活性ガスが混入されたためだと指摘する声や、メーター交換後にお湯を沸かすのに以前よりも時間がかかるようになったという経験談もあります。さらに一部のネットユーザーは、メーター交換後のガスの炎が以前よりも黄色っぽいと示す動画をソーシャルメディアにアップロードし、初期調査の結果、重慶ガスにはガスの計量に大きな問題があることが示されています。1立方メーターのガスを実際の3倍の料金で販売しているような状況で、多くの家庭用の天然ガス料金が以前の2倍から3倍。場合によっては通常使用量の10倍にまで上昇しています。これにより、重慶市の584万世帯が苦しんでいます。また、江蘇省南通市の多くの集団住宅の住民も、最近のガス料金が急上昇し、3月のガス料金は、1月や2月に比べて倍増したと訴えています。江蘇省常州市でも、同様の状況が発生していると、報告されていますが、ガス代の高騰は全国的な現象であり、重慶ガス会社があまりにも露骨に行ったため、すぐにみんなに気づかれたと指摘する声もあります。このように、公共料金が上がれば、生活がさらに苦しくなると思います。公共料金に関しては、税金とさほど変わりません。規律味にも限界があります。可処分所得から吸い込む熱費を引いた額が自分の使えるお金ですが、これが不足すると、嗜好品や趣味を抑えなくてはなりません。居住費なども考えると、さらに生活が厳しくなりますね。こうやって、経済は悪化していくのです。電気代が同じように上がっていくことでしょう。そうなれば、過剰生産の EV はどうなるのでしょう。上位メーカーは、利益を少しだけ上げていますが、上位メーカーの中でも、万年赤字の会社もあります。そのことについては、また詳しく説明したいと思います。ただ、この話は、今後も解決できない可能性があります。それは、地方政府と不動産バブルが関係しています。地方政府は不動産バブルで収入源である土地の売却ができなくなりました。その地方政府が公共料金から収入を上げようとしています。露骨な方法で重慶ガスでの問題が取り上げられましたが、これはいずれ各地方にも降りかかってくる問題だと思われます。こうなると、見せかけの消費が増えることになりますが、当然、他の消費は減ることになります。自動車を買わなくなるか、ブランドを買わなくなるか、投資を抑えるようになるのか、消費を抑えるようになるのか、借金をするようになると、生活が改善するわけではありませんので、やがて終わりを迎えます。多くの会社が潰れることになるでしょう。そうなれば、融資先の銀行、手形での商売相手、いろいろな会社に不安が広がっていくのですが、それを見せないために、嘘の GDP でごまかし、景気悪化を示す情報を出すと拘束される、などにつながっていくのです。空売りは禁止ですが、信用買いはできます。チャイナリソーシズガスグループですが、年初来高値の 28.9HDK 付近です。反戦指数も上海総合も高値です。最近 1% 以上上げる状況をよく見ます。
株は買えば上がりますので、買わなくなったら下がります。ただそれだけのことで、最近の景気を表さなくなっているのは各国ともです。さて、最後になりますが、少し日本のことも。再生エネルギー賦課金。これ本当に必要でしょうか？いつもいらないと思っているのですが、高所得企業への所得移転。しかも中国企業にまで、重慶ガスのことを言えないと思ってしまいました。本日の動画はいかがだったでしょうか？お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。